ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ちょっとマリサさっきトイレ行ったら、なんか変な匂いしたんだけど。レ夢ム、それお前の食生活のせいじゃないのか？昨日なんかヤバいもの食べただろ？いや違うのよ、なんかガソリンみたいな匂いがするの。喉も痛いし、ちょっと気持ち悪いんだけど。それはまずいな。ちょうど今日話そうと思ってた事件に似てるぜ。なんかヤバい話なの？まあ、ヤバいどころの話じゃないぜ。うわぁ、怖いんだけど何それ？早く教えて。よし、それじゃあ今日はグアダラハラ爆発事故について解説していくぜ。何それ爆発事故？そう、1992年4月22日、メキシコのグアダラハラ市で起きた、とんでもない大爆発だぜ。これ、ただのガス爆発とかそういうレベルじゃなくて、なんと下水道が爆発したんだ。下水道？嘘でしょ？いや、本当だぜ。しかもこれが1回とか2回じゃなくて、10回も爆発して、最終的に 8km の道が吹き飛んだんだ。8キロ？そんなのもう街が消えるレベルじゃない？そうだぜ。グアダラハラのアナルコ地区ところにアトラス地区が特に被害を受けた。中でもガンテ通りは完全に壊滅状態になったんだぜ。うわぁ。ちょっと待って、そんな爆発したら、当然。そう、被害もとんでもないことになった。死者の公式発表は252人だけど、実際は1000人以上亡くなったとも言われてるんだ。行方不明者も500から600人、負傷者は500人近く、そして1万5000人が家を失ったんだぜ。ちょっと、規模がでかすぎるわよ、まるで戦争じゃないの？しかも損害額もエグいぞ。被害総額は3億ドルから30億ドルとされてるんだぜ。桁がおかしい。どんだけ吹き飛んでんのよ。あまりに壊滅的すぎて、今でも爆発のあった地域は、周囲の街並みと比べて建物が新しいんだ。つまり、爆発で全部ぶっ壊れて、新しく建て直されたってわけだな。そんな。まさかこんな大惨事が。でも、どうしてこんなことになっちゃったのよ？実は、この事故の4日前から、住民たちは異変に気づいていたんだぜ。なに前兆があったの？ああ、下水からガソリンのような匂いがするって苦情が次々に寄せられた。しかも、匂いが日に日に強くなっていって、住民たちは目が痛くなったり、喉がヒリヒリしたり、吐き気を訴える人も出てきたんだぜ。それってめっちゃ危険じゃないの？普通に考えて爆発しそうじゃん。そう思うよな。でも、市の対応は、問題なし。ちょっと待って、それどういうこと？住民からの苦情を受けて、市の作業員が下水を調査したんだが、危険なレベルのガソリンの蒸気が充満してるってデータが出たんだぜ。じゃあ避難させなさいよ。それが、市長は爆発の危険性はないと判断して避難指示を出さなかった。いや、そんなわけないじゃん。下水にガソリン充満してるんでしょ？そう、普通ならそう思うよな。でも結局、4日後に街全体が吹き飛ぶことになる。ちょっと待って。市長の判断が違ってたら、この悲劇は防げたんじゃないの？それについては、これから詳しく話していくぜ。というわけで、今回はグアダラハラ爆発事故がなぜ起こったのかについて解説していくぜ。もう最初からヤバすぎるんだけど、怖いけど、続きを聞かせて。それじゃあ、みんなも最後まで付き合ってくれよな。マリサ、さっきの話を聞いた限り、この事故って明らかに予兆があったのよね？そうだぜ。爆発の3日前、つまり1992年4月19日から、すでに異変は起きていたんだ。3日前？やっぱり、これ防げたんじゃないの？まあ、順を追って話していくぜ。まず最初に異変を感じたのは、グアダラハラのガンテ通りの住民たちだった。彼らは下水道から強烈なガソリンの匂いがするって市に通報したんだ。そりゃもうやばいってわかるわよね？それだけじゃないぜ。住民たちは、白い煙のようなものが下水道から上がっているっていう異常な現象も報告してたんだ。それ、もうめちゃくちゃ危ないじゃないの。ガソリンの匂いだけでも爆発の危険があるのに、白煙まで？ああ。でも、市の対応はまさかのとりあえず様子を見るだった。何やってんのよ。まあ、一応、4月20日から市役所と防災機関がガンテ通りで調査を始めたんだけどな。でも、その結果、高濃度のガソリンとその他の炭化水素が検出されたが、避難は必要ないっていう謎の結論になった。住民たちは本当に大丈夫なの？って不安だったが、結局、何の対策も取られなかった。市長で、迎えた4月22日、午前10時、ついに異変が表面化する。何が起きたの？ガンテ通りのマンホールがボンボンって弾けるように飛び跳ね始めたんだ。怖すぎるんだけど。しかも、白煙の量が急激に増えて、まるで地面が呼吸しているような異様な光景になった。いや、それもう完全に爆発寸前じゃないの？その通りだ。そして、10時5分、ついに最初の爆発が起こった。
まず、最初の爆発が起きたのはインデペンデンシア通りとアルダマ通りの交差点だ。うわぁ。その直後、ガンテ通りと20でのビエンブレ通りの交差点でも爆発。連続？しかも2カ所同時？そして、この瞬間、ようやく最初の緊急通報が警察に入ったんだが、なんと、自動応答メッセージに転送された。このタイミングで機械頼み？誰か出てよ。でも、爆発は止まらなかった。10時8分、3回目の爆発が発生。ちょっと待って。さっきの2つからまだ3分しか経ってないじゃないの？しかもこの爆発、ただの爆発じゃないぜ。どういうことよ？ガンテ通りとニコラスブラボ通りの交差点で、バス1台が爆風で空を飛んだ。ちょっと待って。バスが10時12分、さらに4回目の爆発がゴンサレスガヨ通りで発生。まだ続くの？どこまで行くのよ？10時15分には工場の従業員たちが必死に避難開始。でも、すでに辺りはパニック状態だ。だよね。10時23分、5回目の爆発が発生。ガンテ通りとエヘルシト大通りの交差点が吹き飛ぶ。うわ10時29分、メヒカルとシンゴ地区でも避難が始まるが、間に合わず、2分後の10時31分、6回目の爆発発生。もう地獄じゃないのよ。その後も爆発は止まらず、10時43分、7回目の爆発ガンテ通りとシルベリオガルシア通り。11時2分、8回目の爆発リオニロー通りとリオグランデ交差点。この時点で、ようやく周囲の町が避難を開始。もう遅すぎる。そして、最後の爆発は、11時16分、9回目リオアラモス通りとリオペコス交差点。11時16分、10回目ゴンサレスガヨ通りとリオスチアテ交差点。この2つの爆発で、完全に街が崩壊した。信じられない。爆発が収まった後も、住民たちは怯えていたんだ。そりゃそうよ、もう何が起こるかわからないじゃないの。4月25日、爆発から3日後に、別の地区でまた異臭騒ぎが発生。嘘でしょ？消防隊は住民に絶対に火をつけるなと警告したんだが、結局、これは別のガス漏れが原因だった。もうダメだ、この街。でも、これで終わりじゃないんだぜ。次は、この大惨事を引き起こした原因について話していくぜ。いや、もう気になるどころじゃないわよ。一体何が原因なの？というわけで、次のパートでは爆発の原因について解説していくぜ。もう衝撃が大きすぎるんだけど早く教えて。マリサ、さっきの話を聞いて、私もうショックすぎて頭がついていかないんだけど。まあ、そうなるよな。あれだけの大惨事を引き起こした原因を考えると、誰でもゾッとするぜ。実際、何が原因だったの？それがな、この爆発には2つの大きな原因があったんだ。まず最初の原因は、ガソリンパイプが腐食して穴が開いたことだ。穴？そんな重要なパイプに？ああ。実は爆発の少し前に、新しい水道管が設置されたんだけど、この水道管の材質が問題だったんだ。どういうこと？新しく設置された水道管はメッキされた鉄製だった。でも、そのすぐそばには、すでに埋まっていた鋼鉄製のガソリンパイプがあったんだ。ふむふむ。で、実は、水と金属がある環境だと、電気化学反応が起きることがあるんだぜ。それってどういうこと？例えば、乾電池ってあるよな？中に亜鉛と炭素が入ってて、その間を水溶液が流れることで電気が発生する仕組みになってる。で、今回のケースでは、亜鉛メッキの水道管と鋼鉄製のガソリンパイプの間で、同じような反応が起きたんだ。じゃあ、その場に天然の巨大乾電池ができちゃったってこと？そうだ。水分が多い地下環境で、この反応が時間をかけてガソリンパイプを腐食させたんだ。そして、最終的に、穴が開いた？そう。この穴からガソリンが地下に流れ出した。でも、それだけならまだ爆発はしなかったはずなんだ。問題はこの漏れたガソリンの行き先だった。次の問題は、下水道の構造にあった。下水道？そうかガソリンが流れ込んじゃったの？その通りでも、それにはさらにヤバい理由があるんだ。なに？もともと、普通の下水道って緩やかな傾斜がついてて、重力で水が流れるようになってるんだ。それはわかる。でも、最近メキシコシティの地下鉄路線を拡張するために、グアダラハラの下水道も再設計されたんだ。その結果、ある区間が U 字型の下水道になってしまった。ちょっと待って。下水道って普通、斜めになってるんじゃないの？そうなんだが、地下鉄を通すために仕方なく逆サイフォン構造にしたんだ。逆サイフォン？何それ？簡単に言うと、水を下に押し込んで、U 字の底を越えさせて流す仕組みのことだな。そんなことして大丈夫だったの？普通の水なら問題なかったんだ。でも、ガソリンが流れ込んだことで、最悪の事態が起きた。どういうこと？ガソリンは水より軽い。
だから、U 字型の底に水が流れたまま、ガソリンはその手前の上流部分に溜まっていった。ちょっと待って。水だけは先に流れて、ガソリンだけがどんどん溜まっていったってこと？そうだ。ガソリンは密閉された下水道の中でどんどん溜まっていき、そして時間が経つと、気化し始めた。つまり、下水道の中が爆発性のガス溜まりになってしまったってわけだ。怖すぎるんだけどそれってもう、爆弾がセットされたのと同じじゃない？そうだな。しかも、繰り返しになるが、住民がガソリンの匂いがするって通報してからも、市は爆発の危険はないと言って放置していた。いや、それもう、確実に爆発するでしょ？実際、その通りになった。気化したガソリンは、町の下水道全体に広がっていき、爆発の引き金を待つ状態になってしまったんだ。じゃあ、その引き金になったのは何だったの？それは正確には分かっていない。でも、可能性が高いのは静電気や電気火花だと言われている。静電気？ああ。例えば、誰かが下水道に金属の棒を入れたとか、マンホールの蓋が擦れたとか、何かしらの火花がガスに引火したと考えられているんだ。それであんな大爆発が？そう。ただの小さな火花でも、密閉空間に充満した可燃性ガスに引火すれば、連鎖的な大爆発になるんだぜ。怖すぎる。もう何も言えない。こうして、防げたはずの爆発が、最悪の形で発生してしまったんだ。さて、次のパートでは爆発の影響について解説していくぜ。もう本当に、これがどれだけ悲惨な事故だったのか、よくわかったわ。続きも聞かせて。マリサなんかもう、原因の話だけで、これ絶対誰かの責任でしょ？って思ったんだけど。そうだぜ。防げたはずの事故を防がなかった以上、誰かが責任を取らなきゃいけない。だけど、実際には、まさか、責任のなすりつけ合いが始まった。ほらー。事故直後、市の関係者や企業が次々とこれはうちの責任じゃないって言い始めたんだ。そんな中、最初に疑惑を向けられたのはある食用油製造会社だった。食用油？そう。食用油を作る過程でヘキサンという可燃性の液体が使われるんだけどな。これが下水に漏れたんじゃないかっていう疑いがかけられたんだ。でも原因はガソリンじゃなかったの？その通り。後になって、これは完全な誤解だと判明した。食用油会社には何の関係もなかったんだ。じゃあ、やっぱりガソリンを扱ってた企業の責任ってこと？そうなるよな。だから次に疑われたのが、国営石油会社ペメックスだった。はて、ペメックスさん。どっかで聞いたことがあるような、ないような。偉いじゃないかそんなとこ覚えてるなんて。以前に、サンフアンイスアテペク爆発事故って動画で登場した半官半民の企業だな。この爆発は歴史上最悪レベルの工業事故の一つで、液化石油ガス LPG のタンクが次々に大爆発を起こし、町が壊滅してしまった。あの爆発の死者は500から600人、重度の火傷を負った人は5000から7000人にもなる大惨事よね。しかも、ムカつくのはその後だったわ企業も国も責任を取るどころか逆ギレ状態。調査もいい加減で国際社会が呆れるほどだったのよね。挙句、また爆発を繰り返すという始末で。まだの視聴者さんはそっちも見てほしいが、ペメックスはメキシコ最大の石油会社で、ガソリンのパイプラインも管理していた。だから、お前たちがガソリン漏らしたんじゃないのかって批判が集中したわけだ。そりゃそうよね。ガソリンの匂いがして、ガソリンが下水に溜まって爆発したんだから。ところが、ペメックスはうちのせいじゃないって突っぱねた。逆に、市の下水道の設計が悪かったんじゃないかとか、管理体制が問題だったんじゃないかって、市や自治体に責任を押し付けようとしたんだ。ちょっと待って。絶対ガソリンのパイプから漏れてたんでしょ？それなのに知らんっていうの？しかも、最終的に4人のペメックスの幹部が業務上過失で逮捕されたんだけど、無罪になった。待って。それじゃあ結局、誰も責任を取らなかったの？そういうことだな。事故の直接的な責任を負った人間は一人もいない。ありえないでしょ？ 1000 人以上が亡くなってるのに？それだけじゃない。爆発で生き残った人たちも、家を失い、健康を失い、家族を失った。だけど、誰もまともな保証を受けられなかった。そこで立ち上がったのが、リリア・ルイス・チャベスさんっていう女性だ。その人は？彼女もこの爆発事故の被害者だった。爆発で家を失い、片足を失い、人生をめちゃくちゃにされたんだ。そんな。でも、彼女は泣き寝入りしなかった。彼女はラ・アソシアシオン22でアブリル、4月22日グアダラハラ協会という被害者の会を立ち上げたんだ。被害者が団結したのね。そう。
誰も責任を取らないなら、私たちが戦うしかないってな。かっこいい。彼女たちは、爆発の影響で働けなくなった人の保障や医療費の支援を求めて、何十年も戦い続けたんだ。何十年も？なんと24年間も戦い続けた。そんなに？そしてついに、2016年、ペメックスが被害者団体に約40万ペソ約2億円の支払いを決めた。やっと保証されたの？いや、それがな。ペメックスはこれは保証じゃない、寄付だって言ったんだ。つまり、うちは責任を認めたわけじゃないけど、お金はあげるよってことだ。それって認めたら負けみたいな態度じゃない？まさにそう。被害者たちは、最終的にお金を受け取るしかなかったけど。でも、本当に欲しかったのはお金じゃなくて、責任を認めさせることだったのよね？そうだ。リリアさんはこう言ったんだ。お金で家族を取り戻せるわけじゃない。でも、事故のせいで何もできなくなった私たちは、最低限の生活すらできなくなった。辛すぎる。こうして、被害者たちは24年間戦って、ようやく最低限の支援を得た。でも、最後まで誰も正式に責任を取らなかった。こんなの、あまりにもひどいわよ。というわけで、今回のグアダラハラ爆発事故についての解説はここまでだぜ。絶対に忘れちゃいけない事故ね。そうだな。防げたはずの事故を防がなかったせいで、多くの人の人生が奪われた。これは、絶対に繰り返しちゃいけないんだ。もう、なんかショックが大きすぎて、まだ頭が追いついてないわよ。だろうな。防げたはずの事故が防げずに、最悪の結末を迎えた。しかも、その後の対応もめちゃくちゃだった。事故が起きた時点で最悪なのに、その後の責任問題までグダグダなんて、本当にやりきれないわね。しかもな、冒頭でも軽く触れたが、この事故の死亡者数については、今もはっきりとした数字が出ていないんだぜ。なんでだろうね、そんな大事故なのに。おかしいよな。国によって報告されている死者数が200人から1000人以上までバラバラなんだよ。どうしてそんなに差があるのよ？公式発表では約252人とされているんだが、実際には1000人を超える犠牲者が出たとする説もあるんだ。じゃあ、公式発表の数字って、被害を小さく見せるために低めに報告されたっていう疑惑もある。そんな、権力って、いずれにせよ、何百人、あるいは1000人以上の人が亡くなった大事故だったことは間違いない。そして、その多くが本来なら助かるはずの命だった。もう、絶対にこんな事故を繰り返しちゃダメよね。そうだな。この事故から学べることは、異常があったら甘く見ない、責任をなすりつけるんじゃなくて、ちゃんと対応するってことだな。みんなも、何か異常を感じたら、絶対に大したことないって思わないで、ちゃんと安全を確保してね。それじゃあ、今回の動画はここまでだぜ。みんなは今回の動画についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってくれると嬉しいな。ぜひともお願いするぜ。みんなが記憶に残っている事件や事故なんかも教えてくれよな。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。事故マニアの管理人が厳選した事故防止や災害時に役立つアイテム、参考にした書籍なんかをまとめたサイトも開設したぜ。徐々に増やしていきたいわね。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。